格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜のお客様はゲームってさ、アプリとかならいつでもできるけど、格ゲーを開け込んで練習しようと思うと時間がちょっと難しい時あるよね。確かに。2人はいつゲームの練習してるの？基本的にそのゲームやろうってなったらいつでもやるんだけど、でも最近はどちらかというとそのゲームの大会を見る方が長くて。私は結構朝起きたてにも眠気ながらってやってる時が多いです。朝起きてやるんだ、はい、俺も同じなんだよね。だって夜って強い人がみんなネットでやってんじゃん。大型回遊魚の中でさ、いつかちゃんみたいな小魚を食べるのが好き。ひどいひどいひどい。ジュン君はそのツアーの合間にやったりとかしてる？昼ねやりますよ、ライブの楽屋とかで。お、いらっしゃい。すごい、プロゲーマーのドグラさんとマッチャボーさんじゃないですか。今回のお客様は関西を拠点に活躍を続けるマルチ格闘ゲーマードグラ選手と、正確な状況判断と立ち回りでミスター最適解の異名を持つマチャボー選手。この2人が来店したということで、本日のゲームはストリートファイター5アーケードエディション。2人はその今ストリートファイター5のプロっていう印象がすごい強いけど、もうやっぱ昔から格ゲーやってるから、そのギルティギアっていうゲームで、そもそもお二人が長らくね活動されてますけれども、ゲームを始めたきっかけって改めて聞いてみたいかもしれない。お兄ちゃんいて、で家に物心ついた時から、そうもうまさにこれはあったんですよ。お、はるかね。そう友達がギルティギア持ってきて、そうギルティギア、いやイグゼクスです。イグゼクス持ってきて、これ面白いからやろうぜって言われて、でも実際面白くて、でやってたらなんか友達がゲーセンにこれの次のバージョンもう出てるらしいぞ、シャープリロードっていう新しいバージョンが稼働してて、じゃあもうそれは行くしかねえだろってことで、もう友達4人でチャリこいで1時間かけてゲーセンまで行ってっていうのがきっかけっすね、僕は。ゲーセン。マッチャボーさんは何がきっかけだったんですか？僕もそうですね、ゲーム自体はうちも確かにこれがあってゲーム自体はもう3歳とか4歳ぐらいから結構やってたんですけど、格闘ゲームは16、17ぐらいで、なんかその学校の帰りにゲームセンターとか行くようになって、したらなんかその絵の綺麗な、しかもなんかすごいスピーディーなすごい速いゲームがあるってなって、それがギルティギアだった。それがそのさっき野倉さんが言ったシャープリロード。気づいたら僕もなんかその友達がどんどんできてって、この場所になんかもっと強い人たちが集まるゲーセンがあるらしいぞみたいな、次はなんか今度は都内のゲーセンでなんかもっと強いみたいな、ランクアップしていくんですよね。分かる分かる。で大会も出るようになってみたいな感じで、徐々にこうなんか階段1個ずつ登ってってみたいな感じで僕はやってましたね。お互いの印象気になるな。だってやってるゲーム同じだったわけでしょ。今でもお互いの存在を知ったのかっていうのがまず気になりますよね。お互い力を出てくると、やはり風の噂が本当にね、関東関西結構離れてますけど、マチャボーってやつ最近来てるらしいぞ。全ての飛びを空投げしてくるみたいな。対空がすごいっていう。でしかもマチャボーがその時使ってたカイって全然強くないキャラなんですよ。マチャボーはそのカイっていうキャラで勝ちまくってるっていう。でその噂が聞こえてきた年に投撃で当たったんですよ。そうなんだ。それ勝ったら壇上っていう。じゃあもう我々のいいとこ我々の夢みたいな。そうマジでマジで。もうステータス。そうステータスっていうか、そんな感じだった。例えば格闘ゲーマー合コンが行われたとして、もう男一人全然ムスッとして喋らないで、女の人が「でもちょっと来てるし喋りかけてみよう」っつって「格闘ゲーム最高大会歴どんなもんですか?」って聞いて「投撃壇上」って言ったらもうキャーキャーですモテまくります。まず間違ってて、女の子の質問の段階で多分そいつが攻撃の段に上がって知ってるのよ。いやでもね、それぐらいすごいのをかけて戦ってんですよ、お二人は。でその時に 3on3 なんですね、3対3のチーム戦で僕がマチャボーのチームメイト2人倒したんですね。いやカイとかいけるだろって言ったら僕負けて、負けたか、マジでやっぱ強いねんなってなって。でも僕のチームメイト2人も強いんですよ。その2人も負けちゃって、でマチャボーに逆算立てされて、あれはね格ゲー人生に残るぐらい悔しい負けでしたね。めっちゃ悔しそうだったもん。いやマジで悔しかった。こいついなくなれよって思ったもん。
マジで。そうこいついなくなれよと思ったマジで。それ以降どんな印象だったんですか？やっぱいなくなれよってすごいけどチーム組んでますからね。この後組んでるからね。その後覚えてますよかなり。いや俺も覚えてるよ。俺土下座されましたもん。であのドグラがその後アチョウっていう京都の有名なゲームセンターがまた東劇とは別でゲームセンター主催のすごい大きい 3on3 大会毎年やってたんですよね。マチョモも来ててでその時に悔しいからリベンジさせてくれと最初言わしてありましたわ。そう56回からやって負けてあじゃあやっぱあの時負けたのはちゃんと実力で負けてんなっていう認めた。そうでなんかこっち来てなんか土下座してちょっと向こうでやってくれませんか。まだやり足りないって。そう本当にあのドグラさんが土下座？なんか気絶しただけじゃなくて目の前でお願いします。それでとにかく戦いまくったんだ。じゃあ端っこの台まで連れてかれてそう。超やめちゃめちゃ大変しました。すごい。抹茶坊さんじゃあどんなプレイヤーだなっていう印象ありました？で実はその後負けてるんですよ。あ、そうそなんだ。の数やった時に多分総合戦績で言うと結構負けちゃっててやっぱ対応力がすごい高いみたいな。対応力。やればやるほどどんどんなんか居酒屋じゃね。その大会って確かに勝つのすごい大事なんですけど1回勝負よりもなんかこう20回やって多く勝った方がなんか強いっていう考えをだよね。それは持ってたので単純に負けたなって思いましたねやっぱ。そんなドグラさんはね、はいご結婚されてちょっと前にそれでお子さんも今いらっしゃって、はい家にいる時は僕できる家事はやってるつもりなんですね一応なんか洗い物とかお前何笑ってんねん何がそんな面白かったのオンエアで言われる姿がちょっと目に浮かんでしまってできてるつもりですしてるつもりです約1名に向けてのアピール。抹茶坊さんもでも吉本ゲーミングってね、プロゲーマーとして活動して海外にバリバリ行くようになりましたね今年から。そうですね2019年は1年生としてうんしかもこれがまだ結果が出てるんですよ。出てるんだよ。でも生活とか全然変わっちゃったでしょ。だから今までは全然違いますね。今までやっぱどちらかというと日本で結構その日本の大会とかイベントで結構活動させてもらってたのが、メインが海外になってみんなこんな思いをして回ってしかもね出れる出れないの瀬戸際とか、結局出れなかったとかもあったりするわけで、こんな辛い思いをしてたんだなっていうのをすごいまず一番最初に実感しましたね。最初はそのやっぱ1年生なのもあるしそのスポンサードしてもらって回らさせていただくっていうことで結構なんかプレッシャーがそういうプレッシャーも結構あったのもあってそう勝たなければ恩返しできないみたいなふうに思っちゃってたので初心にちょっと帰ってみてやってみたらすごい結果がそこからどんどん良くなってって大事なんだそういうメンタル。メンタルがすごい大事なんだなっていうそう技術もあれですプロ1年生で学べるってすごいよね。ようやくですよね。カプコンカップファイナルがもう迫ってるわけなんですけども、1回戦2回戦当たるキャラ確定してて僕当たるキャラが決まってるっていうのはかなりそう恵まれてるアドバンテージあるね。そう練習そこに避けるんで時間をとりあえずトップ8まで行くのを目標に。抹茶坊さんお願いします。そうですね僕は自分が不利じゃないと思ってるキャラが1回戦に当たるアングリーバードっていう人がいてそうなるほど。ゼクそうゼクはメカリ別に全然大丈夫なので、絶対に1回戦勝ってそこからはあとはもう気合でなんとかして僕もやっぱトップ8でできれば優勝したいなとは思ってますね。カプコンカップの話したらストリートファイター5やりたくなってきた。いつかちゃんもやりたくなってきたよね。マスターいつものあれお願いしてもいいですか。いざプレイエリアへ。今回対戦するゲームはストリートファイター5アーケードエディション。言わずと知れた格闘ゲームの大人気タイトル。まず最初の対戦はマルチ格闘ゲーマードグラ選手 VS 歌広場淳。まず意気込み聞いていきましょう。一回ね2人でなんか沖縄遊びに行った時に結構がっつり対戦したんですけど、いやその時から比べてどのぐらい歌広場さんが上達したのかっていうのを僕はしっかり査定したいと思います。もうねドグラさんが今言ってたことは本当に前振りにしか聞こえなくてもう査定する側なんだよねこっちがもはや。ドグラさんが、CPT どうなんのっていうのをちょっとこの画面で僕はねこの戦いで見たいなっていう逆に思ってるぐらいですね。ドグラ対歌広場淳、キャラクターベガ対ケンですね。全然緊張してない。いや緊張してるね。緊張してないってセリフがもう緊張してるね。全然緊張してない。ほらほらもう肩も。いやいやもうダメ。反応してたな今。始まりました。左のベガ
よくねこういつかちゃんがトレーニングでコンピューター相手にしてるこのキャラクター、このベガは非常にリーチが長くてしかも攻撃力も高いんですね。はい。なのでそのちょっと離れた前からでも大きなダメージを狙っていける。そこに対してこの剣はやはり一度攻め始めると強烈な展開の速い動きをすることができます。もう画面足に近づいていますが押し返していくのはドグラ。おっとクラッシュカウンター、これはいいペースで歌広場の査定、いやここですぐさま暴れていくのはドグラ。体力差ついているぞ。おっと投げているのは歌広場。おっとドグラのスライディングが炸裂してクラッシュカウンター膝からサイコチャージ、相手にこの呪いをまた植え付けて攻め込んでいきます。これを爆発させることでさらに連続攻撃ができるんですが、爆発プレッシャーかけていくのはドグラ。確認して置き攻め。しかしこれ歌広間のですねゲージも全て溜まっております。そうですね、ブリトリガーを発動して有利な状況から投げていくが抜けている。どうなるナイスガード、走り込んでいる。さらにしかしこれいくでしょ、いくでしょ。はいエンジン客。なんと歌広場が剣のクリティカルアーツグレーエンジン脚を繰り出し1ラウンド勝利。壊れちゃったのかな。まずは歌広場溜まったゲージを全て使って倒しきってきました。これ先顔していいもんね。緊張してない？緊張しているのか。うまいぞ。つながっていないが当たれば OK。ドグラのガード非常にうまいと言われておりますが、それを崩していこうという歌広場の動き中断。しかしここはしゃがみ中キックからの EXW に押し返していく昇竜拳。プレッシャーをかけていくわ。ドグラ体力はもう半分しかないぞ。ウィーリバーサルで返していく。体力が縮まりません。しゃがみ強キック位置を入れ替えるのはドグラ。ウィトリガーも溜まっております。上から工作するジャンプ攻撃、これはチャンスだ。暴れているのはドグラ。プレッシャー暴れている。しかし犯人になっていない。これはどうだ。ちょっと両者の顔が緩くなっているぞ。スタンディング査定完了。終始優勢に進めた歌広場、2ラウンド目も勝利しドグラ選手に完全勝利。カメラを止めるな。始まる前から空気で勝ってましたからね。そうですこれね。もうそうだから査定完了でございます。はい。ドグラさんどうですか。記憶を失ってる。記憶を失ってしまった。緊張しました。ありがとうございました。2戦目はミスター最適解マチャボウ選手 VS 歌広場純。昔お家にお邪魔してなんかスト5教えたりとか結構あったんですよ。そう最初の頃そう記憶失っちゃった人みたいにちょっと負けたくないんでちょっとできれば勝ちたいなと思って。俺はまだ対戦してない。まだしてない。じゃあもう大丈夫。あの人緊張させに来るんだけど。振りを聞く。何大阪の人っぽいんだよね。さあ始まりましたエキューションマッチマチャボウ対歌広場。おねかりってキャラクターはこの V トリガーを発動すると変身してすごい強くなります。変身。はい、なんでマチャボウ側は早めに V トリガーを発動できるように V ゲージを貯めていきたい、そんなキャラクターですね。クラッシュカウンターからつないでいく。マチャボウガードは硬いぞ。ここはしっかりと反撃、さらに起き上がりを攻めていく。投げ飛ばして一気に KO。マチャボウ選手ガードを固めて一気に攻め、まずは1ラウンド先取。試合を決めていきました。歌広場反撃できるか。あの人うまいぞ。暴れている。ちょっと一確認は難しかったか。このミスにつけ込んでいくのは歌広場。見事な反撃から攻め込んでいきます。クラッシュカウンター、このクラッシュカウンターっていうのが出ると V ゲージが溜まるんですよ。マチャボウ今 V ゲージもかなり溜まってますね。本当だ。あ、止まった。しっかり反撃から歌広場がおっとここでマチャボウ変身。これで一気にそうふさふさになっていろんな技が強くなるんですね。こうなるとこのネカイテキャラは一気に強くなるんでこれ狙っていました。しかもマチャボウは今ゲージ3本あります。クリティカルアーツ消費技があるんで歌広場はちょっと下手な動きはできないですね。ただこの歌広場にもゲージがもう溜まってきてるんで何かワンチャンスつかめれば倒しきれるか。波動1本使ってしまった。
これがどういうか。しかしガードしている。これが当たると終わってしまう。プレッシャーかけてくるのはマチャボ。歌広場は V トリガーがある。後ろ下。だが何をやってる。緊張してるのか。何をやってる。何をやっている。マスターひどくないそれ。緊張してるのか。緊張してるんだろう。ただまだ勝ち筋はあります。残り時間は20秒を切ろうというところ。上から男ミスター最適隊マチャボ2ラウンド連取で勝利。さすがミスター最適解マチャボー選手。飛んできた相手を精密機械のように倒しきり勝利。マチャボさんいかがでしたか。以前教えてただけで明らかに上手くなっててかなりやってるなっていうのはちょっと伺えてなんか昔教えてた身としてはかなり嬉しかったですね。チャンスあったんですけどね。はい。何をやっているってますね。俺も確かに何やってるのか分からない。何をやってるの。緊張。相手は強いとミスが出るんですよね。ストリートファイターって。いやだからドグラさんが弱いってわけじゃないです。つなげるね。さてこのコーナーではストリートファイター5アーケードエディションのいわゆる世界大会カプコンカップファイナルス、こちらの方をですね紹介していきたいと思います。アメリカで開催されるストリートファイター5アーケードエディションの世界大会カプコンカップ2019。そのトーナメント表が発表されました。気になる組み合わせはじゃん。はい。ハメ順に来た人多ない？かなり多いんですよ。めちゃくちゃ来てくれてるんだね。すごいな。1年をこう占うのはやはりまずエボリューション2019の結果、優勝したのが日本のボンちゃん。はい。まあ注目選手。とはいえボンちゃんの初戦の相手これスマッグ。今ですねアメリカの G このキャラクターですね G というキャラクターが日本にはすごい強い人がそこまで多くない。で対してアメリカではすごく流行ってるキャラで、強い人というかまずスマッグが G ですよね。で次にこの8-1ストライダーっていうのも G を使います。でさらにこのカプコンカップ2016の覇者のナックルでも今は G をかなりメインに使っていて、この日本勢が勝てるかどうかはこのアメリカの G に勝てるかどうかっていうのが一つ大きなポイントになりそうですね。MC の3人が注目しているのは一体どの選手なのでしょうか。この中で一人もしこの人を買ってほしいなっていうのを選ぶとしたら誰になりますか？俺はちなみにマチャボーさんを今ちょっと応援してるな。そうなんです。マチャボーさんってこのネカリってキャラクター使ってるけど、ネカリってこの中でもやっぱレアキャラクターなんだよね。いないです。でキャラの性能だけで言ったらもっと強いキャラクターいるんだけど、マチャボーさん自身の力で勝つんじゃないのっていうちょっとね応援したくなってんだよね。自分がすごく注目してるのはこの時々千葉の1回戦すごく日本勢対決ではあるんですけど、時々って言ったらやっぱりそのストリートファイター5を代表する最強クラスのプレイヤーなんですが、この2人の相性でいうと最近結構大会でキチパンは勝ってるんですね。そうなんですよね。覇者といえどもちょっと初戦から油断できないという。ただここで勝つと時々対孫になる可能性があって、それも燃えるな。でここの組み合わせはかなり面白いくなるんじゃないのかなというふうに思っています。はい。私でもそれで言うとすごいねザンギエフの強い技を教えてくれたももちさんすごい感謝しているので、はいめちゃめちゃ応援してます。ももちといえばねそのエボジャパンを優勝し、その後日本のその最もレベルの高いプレミア大会をね、優勝しているということで、まあ非常にその大規模な大会に強い選手なんですね。なのでももちさん、僕はマチャボーさん、マスターは時戸さん、キチパームさんの勝者からの誰が孫と戦うのか、ここの塊はだいぶ自分はすごく楽しみにしてます。ということでカプコンカップ2019楽しみですね。楽しみです。はい、皆さんで注目してください。はい。最後はマチャボー選手 vs ドグラ選手。カプコンカップに出場する両選手の戦い、果たしてどちらが勝つのか。エキシビションマッチマチャボー対ドグラの試合が始まります。組み合わせ的にはこのネカリってキャラクターがちょっとその反撃技があんまり強くないキャラクターなんで、そのベガの突進技のダブルニープレスがちょっと嫌だったりっていうのがあるんですね。ただこれに対してすぐそのジャンプを合わせていくのはマチャボー。ジャンプで避けて、はい。ただちょっとこのベガもですね歩くのが遅いキャラクターなので、このネカリが V ゲージを貯める手段である力の集約っていう自信を起こす技があるんですけど、これをちょっと避けにくいのがあります。でネカリはこれを当てるとガードされたとしてもどんどん V ゲージ止まるんで変身しやすくなるんですよ。おっと入れ替わってるがしっかり落としてる膝。それで落とせるんだ。ドグラは V トリガーが溜まっていますがどう使っていくか。体力差が若干ついています。
下段から攻めていくのはマチャボウ。ここで発動していくのはドグラ。一旦距離を取るのはマチャボウです。そしてこの力の集約を当てながら V ゲージを貯めていく。そろそろ溜まりますね。そして変身。こうなると非常にいい技が強力になり、しかもダッシュなども距離が伸びるので攻め込みやすくなるんですね。ただここはドグラがいい攻めを繰り広げてマチャボを追い詰めていく画面足です。残り時間も20秒。あ、本当だ。何か起こりそうな組み合わせなのに、ここまでじっくりやって飛びは通っている。お互い継戦し合いながら残り時間わずかなところでドグラ選手が攻め込み1ラウンド先制。続いて第2ラウンド。ドグラがうまくジャンプで逃げましたね。そしてこのラウンドドグラが先手を取っていく。うまいぞしゃがみ中キック。もう画面足が近い。対空しっかり。しかもダメージの高い連続技。スタンも溜まっているぞ。マチャボウピンチ。しかもギリギリ V ゲージが今溜まりましたね。 V トリガーを発動できる状態になったんですが、それをドグラは当然分かっているでしょう。一旦距離を取っていく。マチャボウが体力差かなりついていますね。ドグラはほぼ満タンだが投げているのはマチャボウ。画面端にドグラを追い詰めました。この画面足をうまく使えば、しかしうまくドグラも技を打って押し返していく。画面足から脱出するために EX ゲージを使いましたね。ここはおっとドグラのダッシュで攻め込んでくるところの隙を突きましたね。クリティカルアーツ大ダメージ。魂の献上。この後ですね、さらに起き上がりを攻め込んでいきます。おお、有利すぎたか。一気にドグラのチャンスになる。画面1苦しいぞマチャボウ。投げ、さああと一発。ドグラはあと一発決めるだけ。マチャボウは何ものゲージがない。どうする上からのパンチ空対空。エキシビションマッチ勝者ドグラ。マチャボウ選手が途中追い上げるもドグラ選手が画面端に追い込み怒涛の攻撃。最後はしっかり空対空を決めて見事勝利。お客様同士がじゃんけん状態になるとは思わなかったですね。そうか、今だから3組なんだ。そうなんですよ。すごい。だから平和で終わりましょう。これは平和で終わりましょう。来年1月開催のエボジャパン2020。メイントーナメントのエントリー締め切り迫る。そしてデイ3観覧チケットは明日12月14日土曜日より楽天チケットにて発売。はい、ということでそろそろ閉店のお時間となりました。感想をですね伺っていきたいと思います。普通の居酒屋配信と変わらんなぐらいのはい、番組ですよ、ちゃんとした。そうノリで喋らせてもらって僕はすごい、はい、楽しかったです。かなりアットホームに落ち着いてやれたなとは思いましたけど、ただやっぱゲームする時はちょっと緊張するなとか、なんかこう緊張するよな。するとびっくりしたマジで。そうでも楽しくやらせてもらったので、ぜひまた機会があれば呼んでいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ということで、各駅さんめ順本日のお客様は、ドグラさんとマチャボウさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はデッドアーライブ6。強豪プレイヤーテルロック選手と島津選手がご来店。お楽しみに。